これはサイズアウトして着れなくなった子供たちへ手作りしたお洋服たち。どれも思い出がたくさんで捨てられないな。これをほどいてパッチワークしてまた生まれ変わらせよう。子供たちがどんどん成長してきて小さくなって着れなくなった服が増えた気がする。ここらで少し子供たちの服の整理をするか。長女のは次女のお下がりに取っておけるけれど、次女のはもう着ないよね。次女は乙女だから息子のお下がりは男の子っぽくてあまり着ないだろうし。ふむふむ、なるほど。とりあえずサイズアウトしたものと擦り切れてるものをピックアップしていこうかな。サイズアウトしたり擦り切れてるのはこれくらいか。どれも思い出がいっぱいだな。あの時お揃いで作ったなとか、旅行に行く前に少ない生地でドタバタと兄弟お揃い服をなんとか作ったなとか、成長に追いつかず慌てて縫ったなとか、アメリカに来たばかりで道具もあまりない中、部屋もガラーンとしたまま気分が上がるワンピースを作ったなとか、その時の子供たちの小さな体とか過ごした思い出とかいろいろと思い出してしまうから、捨てるのは胸がギューッとなってしまってなかなかできないんだよね。この子たちとまだ一緒にいたいから、やっぱりまた生まれ変わらせてあげたい。よし、やろう。とりあえずこの服たちを平らの布に戻していこう。このボタンもまた使おうね。入れてるゴムもまた使えそうだね。
これはお尻に穴が開いたパンツだね。ここ以外を使っていこう。これは子供たちの古着じゃなくて、私が10年以上前ぐらいに買った既製品のキャミソール。スカラップが可愛いから、いつかリメイクとかで使えるかなと取っといたもの。今回がその時かな。全部で12着解体できたね。だいたい平らな布に戻ったからアイロンで整えていこう。パッチワークしていきやすいように布目に沿って直線にカットしていこう。この布たちをパッチワークして何を作ろうかな。やっぱり歯切れや無駄をあまり出したくないから長方形につなぎ合わせていってギャザースカートにしようかな。この分量なら私のと長女と次女と3つ作れそうかな。長方形のスカートだったらまた小さくなってもほどいて長方形になってカーテンとかリメイクしやすいからね。今出たこの歯切れもまたパッチワークして小物作りしやすいようにカットして整理しておこう。どうやって並べてパッチワークしていこうかな。やっぱりこれは裾がスカラップだから裾に持っていった方がいいかな。
こんな感じかな。早速パッチワークしていこう。幅を同じにしつつ縫い合わせていこう。袋縫いでパッチワークしていく。はじめは外表で縫い合わせて、今度は中表に合わせて縫う。生地が薄いのもあるから裏地はつけるけれど、念のため袋縫いで縫い合わせていこう。少しミシンで刺繍を入れようかな。娘たちには赤系の生地のパッチワークのスカートの方がいいかなと思ったら、なんと2人とも青がいいんだそうで。そうなんだね。どんどん横にパッチワークしていって、縦の洋尺が足りない時はこうして継ぎはぎしてから横につなげていこう。これで次女のマイスカート分くらいにはなったかな。引き続きどんどん横につなげていこう。さっきと少し違う模様にしてみた。裾丈をもう少し長くしたいから、このはぎれで裾を足していこう。次女のスカート分つながった。ちょっと休憩。
次は長女のスカートをパッチワークしていこう。長女のスカートは古着だけじゃ足りないから生地を足そう。さあ次は私のスカートだ。スカラップは活かしたいから裾はそれ以外のところは包まなくっちゃね。先ほど出た端切れで包むテープを作ろう。この裾がほつれる部分をテープで包んでいこう。
ウエストベルトを作っていこう。これも継ぎはぎしながら作る。余計な部分はカット。こんな感じで次女と長女の分も作って、裏地を裁断しておこう。これは前に私の春ジャケットを作ったごく薄手のコットンの余り布。サラサラしてるし裏地にいいかな。やっとここまで来たね。スカートに仕立てていこう。スカートの脇を縫おう。ウエストにギャザーミシンを2本入れる。裏地の裾を三つ折りで縫う。裏地の脇をスリット開き部分は縫わずに縫っていこう。スリットをコの字で縫おう。表地の裏と裏地の裏を合わせて裏地の長さになるようにギャザーを寄せる。ウエストを仮縫いしよう。ウエストベルトを作ろう。ゴム通し口を開けて縫おう。ゴム通し口をぐるりと四角く縫おう。スカートの裏にベルトの表を合わせて縫おう。表に返して表にもベルトを縫い付ける。ゴムの通り道を作るためにステッチをベルトに入れていこう。ゴムを入れたらとりあえず次女のは完成。さあ長女と私のもどんどん縫っていこう。